これだけの証拠が揃っていながら、確信に触れる一人が、煙のように消えた。ラゴスの地下から始まった声の追跡は、新たな局面に入った。2025年11月、ナイジェリア最大の都市ラゴス、国際刑事警察機構と韓国警察の合同捜査チームが、ある建物の地下フロアに突入した。そこで彼らが目撃したのは、想像をはるかに超える光景だった。薄暗い地下室に、びっしりと並んだ机と椅子。壁には韓国語の発音表と、高齢者への話しかけ方を細かく記した手書きのメモ。床には数百本の使い捨て携帯電話が散乱し、パソコンの画面には韓国人被害者の名前と電話番号が並んでいた。捜査員が押収したファイルには、4847件もの通話録音が保存されていた。この地下室で、1年以上にわたって運営されていた違法コールセンター。標的は、遠く離れた日本の隣国、韓国の一般市民たちだった。被害者の数は3247名。月間の不正収益は、日本円に換算して約1億5000万円に上ると推計されている。しかしここで、一つの疑問が浮かぶ。なぜアフリカのラゴスで、韓国語を話す詐欺師たちが組織を作ることができたのか。なぜ3000人を超える人々が、遠い異国の声に騙されてしまったのか。捜査員が発見した、成功マニュアルには、韓国人の心理を操るための手法が、驚くほど緻密に記されていた。高齢者が電話口で弱くなる瞬間、信頼を勝ち取るための言葉の選び方、そして、被害者が疑い始めた時に使う、切り返しのセリフまで、この組織は、人間の声という最も身近な武器を使って、韓国中の家庭に静かに忍び込んでいた。あなたの父親が、あるいは祖母が、ある日受け取った一本の電話。その声の主は、ラゴスの地下室で韓国語を学んだ者たちだったかもしれない。では、最初の被害者たちは、どんな日常を送っていたのか。その電話が鳴ったのは、どこにでもある、ごく普通の午後のことだった。ソン・ジョンヒは、その日も6時に目を覚ました。カーテンの隙間から差し込む光が、台所のテーブルを細く照らしていた。67歳。定年退職から5年が経っていた。毎朝の習慣は変わらない。白湯をいっぱい飲んで、ラジオをつけて、窓の外を見る。ソウル郊外の小さなマンション。静かで、穏やかな暮らしだった。息子は釜山にいる。娘は結婚して、隣の市に移った。電話は週に1度か2度。それで十分だと、自分に言い聞かせていた。孤独とは呼ばない。ただ、少し静かすぎる日々だった。午後2時を過ぎた頃、スマートフォンが鳴った。知らない番号だった。でも、知らない番号からの電話は、珍しくはない。病院の予約確認のこともあれば、区役所からの連絡のこともある。彼女は迷わず、画面をタップした。もしもし、ソン・ジョンヒさんのお電話でしょうか。声は、落ち着いていた。若い男性の声。発音は綺麗で、敬語も正確だった。少しだけ、どこか遠い場所から聞こえるような響きがあった。でも、それだけだった。不審に思う理由は、その時点では何もなかった。金融監督員の調査部門から連絡しております。その一言で、彼女の手が止まった。金融監督員、国の機関だ。声は続けた。お客様の口座が、詐欺グループの資金移動に利用された疑いがございます。緊急の確認が必要な状況です。心臓が、少し速くなった。そんなはずはない、と思う。でも、国の機関が言っているのだとしたら、もしかしたら、自分が知らないうちに何かが起きているのかもしれない。少し待ってください。本当に金融監督員の方ですか？彼女は、勇気を出して聞いた。疑うことは、失礼ではないはずだ。電話口の声は、動じなかった。むしろ、穏やかに、そして確信を持って答えた。ご確認は当然のことです。ご不安でしたら、こちらから公式番号をお伝えします。折り返しご確認いただいた上で、改めてご連絡ください。その言葉は、疑いを打ち消すように設計されていた。誠実さを装った。完璧な切り返しだった。この組織は、疑われることすら、想定済みだった。次の章では、その電話が、事件、へと変わる瞬間を、2025年、11月のある夜明け前、ラゴスの街は、まだ眠っていた。その電話が、最初の被害者に届いたのは、午前2時17分だった。受話器の向こうから聞こえてきたのは、
流暢な日本語だった。夜分に失礼いたします。金融庁のものでございます。声は落ち着いていた。むしろ、親切と言っていいほど、穏やかだった。受話器を持った手が、わずかに震えた。最初の被害者は、大阪に住む70代の女性だった。名前は、公式には明かされていない。ただ、捜査資料の中に、こう記されている。被害者は、声を信じた。それだけだった。女性は、翌朝、銀行へ向かった。指示された通りに、口座からお金を引き出した。270万円。老後のために、長年かけて貯めてきたお金だった。それが、消えた。彼女だけではなかった。同じ夜、同じ声が、日本各地に電話をかけていた。北海道から沖縄まで、年齢層は60代から80代が中心だった。一人一人に、異なる名前を名乗り、異なる話術を使い、しかし同じ目的に向かっていた。そのすべての電話は、ラゴスから発信されていた。ラゴス、アフリカ最大の都市、人口2000万を超える、巨大な経済都市、その町の片隅に、ある建物があった。外見は、ごく普通のオフィスビルだった。看板もなかった。警備員が一人、昼も夜も入り口に立っていた。地下への階段は、奥の壁に隠されていた。そこに降りると、明かりが変わった。蛍光灯の青白い光、整然と並んだデスク、ヘッドセットをつけた男たちの列、そして壁一面に貼られた、日本語の単語帳だった。信頼、安心、緊急、手続き。彼らは、その言葉の意味だけでなく、発音の間を学んでいた。沈黙のタイミング、息継ぎの場所、謝罪の仕方。日本人が、声に安心感を覚える瞬間を、徹底的に研究していた。最初にこの組織の存在を察知したのは、日本の金融庁への一本の通報だった。2025年9月、70代の男性が、奇妙な違和感を覚えた。電話口の相手が、咳払いをした。その咳が、日本人のものではないと思った。たった、それだけの違和感だった。しかし、それが72時間の追跡作戦の最初の火種になった。捜査は、静かに、しかし確実に動き始めた。捜査は、静かに動き始めていた。最初の通報から、わずか数時間後、韓国の金融監督員に、一件の報告が入った。被害者の数が、急増しているというものだった。担当官のリー・チャングンは、画面を見つめて息を飲んだ。被害者の年齢層は、60代から80代。そのほとんどが、地方在住の高齢者だった。この規模は、個人ではない。彼はそう確信した。インターポールへの緊急照会が、すぐさま行われた。返答は、予想外に早かった。ラゴスのオフィスから、似た通報が上がっていた。2025年の初頭から、ナイジェリア国内で不審な通信インフラの動きが観測されていたのだ。それは、特定のビルに集中していた。ラゴス島の南端、古い商業ビルの地下フロア、そこから夜間に大量の通話記録が発信されていた。しかし、証拠はまだ断片に過ぎなかった。韓国側の捜査チームは、被害者への聞き取りを開始した。一人目、72歳の女性、息子を名乗る声でした。でも、何かが違った。二人目、68歳の男性、言葉は完璧だった。でも、間の取り方が少しだけ不自然だった。小さな違和感。しかし、それが積み重なっていく。捜査チームは、通話音声の音響解析を依頼した。専門家が出した結論は、衝撃的だった。発話リズムが、韓国語ネイティブではない。高校の共鳴が、西アフリカ系の特徴と一致する。それは、単なる詐欺グループではなかった。徹底的に訓練された、声の専門家集団だった。72時間の作戦時計が、静かに刻み始めた。韓国、インターポール、そしてナイジェリア経済金融犯罪委員会の3社が、初めて同じ地図を広げた瞬間だった。そして捜査線上に、最初の人物が浮かび上がった。ラゴス在住、30代の男性。彼のアリバイは、最初から矛盾に満ちていた。ラゴス在住、30代の男性。名前はエメカ。組織内では、コーディネーター、と呼ばれていた人物だ。彼のアリバイは、一見すると完璧に見えた。事件当日、彼は家族と海岸沿いのレストランにいたと主張した。領収書もあった。写真もあった。証言してくれる人間も、
3人いた。しかし捜査官たちは、すぐに違和感を覚えた。領収書の時刻は、午後7時14分。しかし被害者への最後の通話記録は、午後7時22分だった。レストランから問題のビルまで、車で最低40分はかかる。時間が合わなかった。捜査班は静かに、しかし確実に包囲網を狭めていった。通話記録の精密解析が始まった。レベカの携帯電話は、問題の夜、3つの異なる基地局に接続していた。自宅近く、レストラン周辺、そして、問題のビル周辺、3つ目の接続記録は、午後6時57分だった。レストランの領収書が打刻される。17分前のことだ。証言と記録の間に、亀裂が生じた瞬間だった。さらに決定的な証拠が浮かび上がった。押収されたパソコンの1台に、レベカのログイン履歴が残っていた。日付は、犯行当日。時刻は、午後7時3分。彼は確かに、そのビルの地下にいた。レベカは最初、沈黙を守った。弁護士を要求し、何も語らなかった。しかし捜査官が基地局のデータを目の前に置いた瞬間、彼の表情が変わった。微細な変化だった。しかし経験豊富な刑事には、それで十分だった。2025年3月、韓国、インターポール、ナイジェリア経済金融犯罪委員会の3社による合同捜査の公式結論が発表された。ラゴスの地下で1年間運営されたこの組織は、韓国人3247名から総額42億円相当を詐取したとされる。逮捕者は23名、うち主犯格とみられる5名は、現在も裁判が継続中だ。レベカのアリバイは完全に崩れた。しかし捜査官たちが本当に恐れていたのは、別のことだった。押収されたデータの中に、次のターゲットリストがあったのだ。新たな名前が、何千件も並んでいた。アリバイが崩れた先に待っていたのは、終わりではなかった。それは、さらに深い闇への入り口だった。次のパートで、その、ひとしきれ、が、すべてを暴く。ひとしきれ。それは、一枚の紙から始まった。押収されたファイルの中に、奇妙な文書が混じっていた。表向きは備品リストのように見えた。しかし捜査官がページをめくると、そこには全く別のものが記されていた。ターゲットの心理的弱点、年齢別の反応パターン、そして、沈黙させるための言葉、マニュアルだった。レベカたちは、ただ電話をかけていたわけではない。相手の感情を、精密に計算していたのだ。IMG、薄暗い室内に広げられた手書きのノート、日本語ではなく外国語で埋め尽くされたページのクローズアップ。高齢者には、孫を装った声で話しかける。一人暮らしの中年女性には、公的機関を名乗る。そして、不安を感じた相手には、さらに深く恐怖を植え付ける。1通話あたり平均17分。その時間の中で、相手の判断力を完全に奪う。そのための言葉が、細かく記されていた。捜査チームのリーダーは、後にこう語っている。これはもはや詐欺ではなく、心理戦だった。と、しかしひとしきれは、そこで終わらなかった。ファイルをさらに調べると、一つの名前が繰り返し登場していた。レベカでも、逮捕された13名の誰でもない。別の人物だ。その人物は、組織の設立当初から関わっていた。建物の賃貸契約書にも、その名前があった。しかし、捜査官が現地に踏み込んだ時、その人物だけが姿を消していた。偶然ではない。誰かが、情報を漏らしていた。IMG、暗い廊下の奥、開け放たれたドアから差し込む光、床に散乱した書類、録音ファイル4847件、被害者名簿3247名、そして、この、成功マニュアル、これだけの証拠が揃っていながら、確信に触れる一人が、煙のように消えた。ラゴスの地下から始まった声の追跡は、新たな局面に入った。逃げた男は、どこにいるのか、そして、誰が彼を逃がしたのか。次に捜査官たちが向かったのは、意外な場所だった。第二の容疑者の影が、ようやく輪郭を帯び始める。録音ファイル4847件。被害者名簿3247名。そして、この、成功マニュアル。これだけの証拠が揃っていながら、確信に触れる一人が、煙のように消えた。ラゴスの地下から始まった声の追跡は、新たな局面に入った。逃げた男は、どこにいるのか、そして、誰が彼を逃がしたのか。
次に捜査官たちが向かったのは、意外な場所だった。ラゴス中心部から車で40分。港に近い倉庫街の一角に、古びた貿易会社があった。表向きは輸出入の仲介業者だ。しかし捜査官たちは、その会社の電話番号が被害者名簿の中に繰り返し登場していることに気づいていた。第2の容疑者の影が、ようやく輪郭を帯び始める。男の名前は、ここでは、ケイと呼ぶ。ナイジェリア国籍、42歳。過去に通信詐欺で2度逮捕されながら、いずれも証拠不十分で釈放されていた。捜査チームがケイの周辺を洗い始めると、奇妙な事実が浮かんだ。コールセンターが最も活発に稼働していた時期、ケイは毎週決まった曜日にあの地下ビルを訪れていた。しかし彼は、組織の正式なメンバー名簿には載っていなかった。彼は何者だったのか、押収した通話記録を分析した結果、ケイが担っていた役割が見えてきた。彼は、音声の品質管理者、だった。詐欺師たちが録音した日本語と韓国語の音声サンプルを聞き、発音の不自然さを指摘し、修正させていた。まるで声の演出かのように、さらに驚くべきことが判明した。被害者名簿の3247名のうち、実に600名以上の個人情報が、ケイを経由して外部に流出していた痕跡があった。つまり彼は、詐欺組織の内側にいながら、別の犯罪ネットワークともつながっていた可能性がある。逃げた主犯格の男とケイは、どのような関係だったのか。捜査官たちは、ケイの事務所から1枚のメモを発見した。そこには日本語で、ある金額と日付が走り書きされていた。金額は、日本円にして約8000万円。日付は、コールセンターが摘発される3日前だった。これは偶然ではない。誰かが、摘発を事前に知っていた。そしてその誰かが、主犯を逃がした。ケイは今、国際刑事警察機構の指名手配リストに名前が載っている。しかし、彼の行方もまた、分かっていない。2人の男が消えた。証拠だけが残された。捜査は、いよいよ確信へと迫る。次に明かされる事実は、この事件の全貌を根底から揺るがすことになる。捜査員たちが押収したデータの中に、1枚のリストがあった。名前ではない。番号だった。4847件の録音ファイル、3247人の被害者名簿、そして、1冊の成功マニュアル。そのマニュアルの表紙には、こう書かれていた。日本海の隣国の人々は、権威に従う。恐怖を与えれば、考える前に動く。捜査員は、その文字を見た瞬間、言葉を失ったといい、これは、単なる詐欺ではなかった。人間の心理を、徹底的に研究した作戦だった。マニュアルの中身は、驚くほど精密だった。高齢者には、家族が危険にさらされている、と伝えること。中年層には、あなたの口座が犯罪に使われた、と告げること。若者には、個人情報が流出した、と脅すこと。それぞれの世代に合わせた、声のシナリオが用意されていた。ラゴスの地下室で、彼らは1年間、韓国語を学んだ。アクセントを消すための訓練、自然な間の取り方、鳴き声の演技、土星の演技、すべてが、録音で記録されていた。4847件のうち、捜査員が最後に再生したファイルは、番号で言えば4848番目に相当するものだった。それは、未送信のファイルだった。摘発の3日前に録音された、一人の老女の声。もしもし、息子さんが、事故に遭われました。今すぐ、お金が必要です。声の主は、まだ特定されていない。しかし、その声の向こうには、震える手で受話器を握る誰かがいたはずだ。あなたの父親かもしれない。あなたの祖母かもしれない。主犯のケイは、消えた。内通者もまた、消えた。しかし、証拠は残った。声は残った。そして、被害者の記憶も残った。国際刑事警察機構は現在、23カ国と連携し、この組織の全容解明を進めている。2026年5月22日。この捜査はまだ終わっていない。次に明かされる事実は、この事件が単独組織の犯行ではなかったことを、決定的に証明するものになる。捜査から72時間が過ぎた。ラゴスの地下室は、すでに静まり返っていた。机の上には、使いかけのコーヒーカップが残っていた。壁には、ハングルで書かれた単語帳が貼り付けられたままだった。録音機材は、電源が入ったまま放置されていた。まるで、
誰かが急いで逃げ出したように、国際刑事警察機構の調査官たちは、押収した証拠を丁寧に整理した。録音ファイルは4847件。被害者名簿には3247人の名前が並んでいた。そして、組織が作成した成功マニュアルには、日本語にも翻訳できないほど精巧な韓国人の心理操作術が詳細に記されていた。高齢者への話しかけ方、孤独を感じさせる言葉の選び方、信頼を得るための沈黙の使い方、それは犯罪のマニュアルではなく、まるで人間の弱さを研究した論文のようだった。主犯のケイは消えた。内通者もまた消えた。しかし組織が残した痕跡は消えなかった。声は録音の中に残っていた。被害者たちの記憶も消えることはなかった。2026年5月22日現在、この捜査はまだ終わっていない。インターポールは23カ国と連携し、組織の全容解明を進めている。ナイジェリア当局は61人を拘束したが、上位の指示系統については、未だ解明されていない。なぜなら、この事件には、もう一つの顔があったからだ。ラゴスの地下室は、始まりに過ぎなかった。同じ構造の施設が、別の国にも存在していた可能性が、捜査資料の中から浮かび上がってきた。あなたの父親が受けた電話。あなたの祖母が信じてしまった声。その声の向こうには、組織があった。その組織の向こうには、さらに大きな何かがあった。次回、エピローグ。この事件が単独組織の犯行ではなかったことを、決定的に証明する事実が、ついに明らかになる。ラゴス地下室の捜査から、3ヶ月が経った。押収された録音ファイルは、4847件。被害者リストに記載された名前は、3247名。そして、組織員たちが使い続けた、成功マニュアルは、今も捜査当局の証拠保管室に眠っている。では、関係者たちは今、どこにいるのか。中心人物とされたナイジェリア人幹部3名は、2026年3月、ラゴス連邦高等裁判所に起訴された。しかし、組織の資金管理を担っていたとされる人物は、未だ行方不明のままだ。日本語と韓国語を教えていた語学講師の男は、捜査への協力と引き換えに、身柄拘束を免れたと報じられている。彼が何を語ったのか、その内容は今も公開されていない。被害者たちへの補償は、ほぼ進んでいない。送金してしまった資金の大半は、複数の国を経由した仮想通貨口座に消え、追跡は極めて困難な状況が続いている。あなたのお父さんが受けた電話。あなたのおばあさんが信じてしまった声。その声を作るために、誰かが何ヶ月もかけて練習した。スクリプトを暗記した。相手の心理を研究した。これは、遠い国で起きた他人事ではない。そして、捜査資料が示すもう一つの事実がある。ラゴスの施設と同じ運営構造を持つ組織が、別の国にも存在していた痕跡が、証拠の中から浮かび上がってきた。ラゴスの地下室は、終点ではなかった。それは、始まりに過ぎなかった。声は、今もどこかで、誰かに電話をかけている。